おはようございます。3件のご紹介させていただきたいと思います。まず接触隔離アプリココアでありますが、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するよう、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策テックチーム事務局と連携して、これまで開発してまいりました新型コロナウイルス接触確認アプリ、ココアCOVID-19 コンタクトコンファーミングアプリケーションということで、ココアとしておりますが、本日15時頃リリースをすることにしております。本アプリの開発にあたっては、受託をされている事業者に加えて、民間の技術者が参加するオープンソースコミュニティである COVID-19 レーダージャパンの皆さん、また内閣官房新型コロナウイルス感染症テックチームの協力団体、企業など、民間の有志の方々から、このボランティアで多大な協力をいただきました。この場をお借りいたしまして、ご協力いただいた方々に対して心から感謝を申し上げたいというふうに思います。なお、公開日から1ヶ月程度は試行版、プレビュー版ということで、試行版はご利用いただく状況、試行版をご利用いただく状況を参考にして、デザイン機能など、適宜修正を加えていく予定にしております。多くの場合、自動的に最新版が1回インストールされた方に対しては、インストールされますので、ぜひアップデートしてご利用いただくようお願いをしたいと思います。せっかくの機会なんで、テスト版を用いて説明をさせていただきたいというふうに思います。まず新型コロナウイルス感染症アプリココアでありますが、新型ウイルス感染症の感染者と接触した可能性について、通知を受け取る、こういう仕組みのスマートフォンのアプリであります。そして、スマートフォン同士が、1メートル以内、15分以上接触した状態が、それぞれのスマホの中に記録をされているということで、接触されたこの記録はスマートフォンの端末、ご自身の端末の中だけに管理をして、そこ以外には一切出ない、こういう仕組みになっています。したがって、どこでいつ誰と接触の可能性があったかについては、お互いに分からない、あるいは我々も分からない、こういう仕組みになっております。そして、新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性があった方、これちょっと後で陽性の方については説明させていただきますが、陽性者がいて、陽性者が、結果的に保健所に登録をされ、そしてその方が陽性になったということをこの仕組みに入れ込んでいただくと、その方と接触をされている情報を持った端末に対してアプリで通知が入ることになります。そしてその通知を受け取った場合には、その接触者と接触を確認するボタンを押していただく。押していただきますと、左側のタップしていただきますと、次ですね、はい、接触者との可能性が確認されて、例えば何月何日に何件という形で、件数が確認いただけるわけであります。また、ココアにおいて、ご自身の様子を利用することにしております。こうした例えば息苦しさ、強いだるさ、高熱等の強い症状がある等々に該当するという方については、その症状の有無などを入力いただきますと、保健所のサポートや検査の受診などの案内につながっていくことになります。また、症状がないという場合においてもですね、過去2週間以内に身近に接した方で感染症がいるという心当たりがあるかどうかを確認して、そうした場合にはあるという方に対しては帰国者接触者外来等をご案内をし、いらっしゃらない場合はまた引き続き対象変換に気をつけていただく、こういうことであります。具体的なインストールの方法はもう普通のアプリと一緒でありまして、iOS のスマホをご利用の方は App Store から、Android のスマホをご利用の方は Google Play Store からアプリをダウンロードしていただくとともに、Bluetooth でやってますので、Bluetooth 機能をオンにしていただくということになるわけであります。厚生労働省としては、関係省庁とも連携を取りまして、また都道府県、市町村、医療・福祉関係者、民間関係団体、
企業、NPO など幅広い皆さん方のご協力を得ながら、例えば催し物の開催時にアプリの活用をお願いするなどにより、利用を働きかけていきたいというふうに考えております。これはあくまでも本人の同意を前提とした個人情報を入れない、そうした仕組みになっていることはぜひご理解いただきたいと思います。またこのアプリの利用者が増えるということが、感染の拡大の防止にもつながっていることが期待されるわけでありますので、ぜひ国民の皆さん方には積極的にこのアプリを活用いただく、まずはこのアプリをですね、インストールしていただきますことをよろしくお願いしたいと思います。2点目でありますけれども、新しいコロナウイルス感染症の検査についてであります。抗原量の測定ができる富士レビオ社が開発した検査試薬を薬事承認をいたしました。これによって抗原検査としての検査が行えることができるわけであります。この検査は従来の抗原簡易検査キットよりも感度が高い、いわゆる PCR 検査と同様の対象者に使用することができるということであります。鼻咽頭検体については有償無償問わず全ての対象者、また発症から9日目以内の有症症状者に対しては唾液検体も可能ということで、まさに PCR と同じ適用ということになります。この検査には専用の検査機器が必要ですが、もうすでに多少機能の、なんて言いますか、機能性が高いものと低いものがあるようでありますが、トータル800台ぐらいすでに設置をされているということであります。それから検査に費要する時間は30分程度ということで、非常に短いということであります。1回あたり60件から、あるいは規模、処理能力が高いものは120件の検査が可能であるというふうに言っています。この抗原、これは定量で測ることができる。これまでの簡易キットは陽性か陰性かしか分かりませんが、これどのくらいの量があるのかということが測ることができます。こうしたことによって我が国の検査能力の向上に寄与すると考えておりますけれども、いろいろと先般の唾液もそうでありますけれども、さまざまな技術が開発をされております。我々としても積極的にですね、そういったものを取り入れて検査能力の拡大を図っていきたいと思っております。最後でありますけれども、新型コロナウイルス感染症に対応していくためにはですね、病床の確保とか、あるいは人工航空機、ECMO 等のハードウェアの整備とともに、やはり人材を確保していくということが非常に大事であります。まず医療従事者の皆さん方に対して、最前線で今もなお奮闘いただいておりますことに改めて感謝を申し上げたいというふうに思います。また、今回の医療のお仕事キーネットという仕組みでありますけれども、新型コロナウイルス感染症への対応のみならず、幅広く地域の医療機関、保健所などで人手不足となった場合に必要な医療人材を迅速に確保できるよう、ウェブサイト上で人材募集情報と求職者のマッチングを行う、医療・看護師、医療人材の求人情報ネット、医療のお仕事、キーネットと呼んでおりますが、これを新たに開設し、本日から運用を開始をいたしました。キーネットでは全国の医療機関や保健所などの人材募集情報を幅広く掲載し、閲覧した方がウェブサイト上で応募から面接まで行うことができるようになっています。国が無料で行う取り組みであって、医療機関、あるいは求職者の双方に手数料は一切かからないこと、手数料はかかりません。医療機関においては、GMIS を活用して人材募集情報を直接入力していただくことができます。ぜひ医療機関の皆さん、人材の募集を行う際には、キーネットをご利用いただきたいというふうに思っております。これは新型コロナウイルス感染症に対する臨時的な対応だけではなくて、やはり構造的に医療人材の不足ということが指摘をされております。そういったものへの対応ということを考えて開設をさせていただいたということでございます。以上。